テルエモンキャドルーム始まるよ。どうも、テルエモンです。今日なんですけども、こちらの 2D 図面を読み取って 3D モデルを作っていきたいと思います。3D モデルを作成するソフトは Autodesk Fusion を使っていきたいと思います。はい。こちらですね。こちらに図がありまして、これの断面図ですね。こちら断面図 AA があるという形ですね。こちらを横から見た図があるという形ですね。今回ですね、これを上から見た図としてですね、形状作成していきたいと思います。まずね、外形を作っていって、こういった切り書きの部分ですね、カットの部分を作っていきたいと思います。まずは外形ですが、一番外側のですね、直径が 100mm ですね、なっています。で、その高さが30ですね、30という形になりますね。で、ここの勾配は5度あるという形ですね。ここですね、作っていきたいと思います。スケッチを作成で上から見た図として作っていきますので、平面を選択。で、円で原点から直径 100mm の円をですね、描いていきます。はい。で、スケッチを終了しまして、押し出し。で、ここ30。で、勾配が5度になってましたので5と。で、今これ外側に開きました。内側にですね、5度つけていきたいので、マイナス5としまして、そうですね、形状を作っていきます。はい。これで今この赤いところですね、直径100の30で5度の勾配ところをちょっと作成しました。続いてこちらの35というところありますが、これは直径 20mm ですね。直径 20mm の円筒形状が35の高さ。で、ここは勾配ありませんので、じゃあ作っていきたいと思います。はい。スケッチを作成で、先ほどですね、平面選択していきます。で、円を原点中心に直径20ですよね。で、スケッチ終了しまして、押し出しで35と。はい。ここ切り取りじゃなくて結合ですね。していきます。はい。勾配はなしなので、こちらで OK ですね。まずはベース形状を作成していきたいのは、今度こちらの四角いとこですね。フィレットを後で作っていきます。120と60。あとはそこから15ですね。なってますね。こちら作成していきたいと思います。スケッチ作成の平面また選択していきます。一回適当にですね、2点指定で書いていきますが、1でこちらの線とここを合わせます。で、120の60ですね。こちらが120。で、こちらが60って形になりますが、そしてここに横にずれますが、上下にずれますけれども、ちょうどこう真ん中に来るようにしていきたいですので、あえてずらしておきます。対称の補足つけていきたいと思います。で、対称の補足つけるためにですね、ちょっと一本まっすぐ、生地の線作っておきます。こちらはコンストラクションにしておきます。で、対称の高速で、こちらの線とこちらの線。で、基準線としてこちら、選択して、こちら真ん中に来ますので、で、スケッチ終了しまして、押し出し。で、15ですね、15。はい。で、これも黄色じゃなくて結合としていきます。はい。これですね、おまかせね、ベース形状。完成というかですね、上から見た形が、こういう状態ですね。で、ここちょっと切り取りをしていきたいと思います。まずはですね、そうですね、この直径10の穴の貫通になっていましたので、こちらをやっていきます。こちらの面ですね、スケッチ入りまして、直径10。直径10ミリにしまして、スケッチ終了。で、押し出しで、こちらの面選択ですね。で、すべての反転。で、切り取りで、すべてなので、これで貫通の穴になりましたと。はい。
じゃあ続いてですね、ちょっと底の方からちょっとやっていきたいと思います。例えば、ここ直径30、直径85ですね。がありますので、こちら。で、ここが5ミリの深さで削られているということで、こちら、ちょっとやっていきたいと思います。そこですね。こちらの底の面にスケッチ。直径が原点から30と85ですね。原点から85。はい。OK ですね。で、スケッチ終了で、ここのですね、ここの部分が押し出しで5ミリ。ちょっとマイナス5っていうかですね、矢印の方向を確認しまして、こうですね。で、切り取りで OK と。はい。次にそこをやっていきたいと思います。ここの10ミリ削られたところですね。作っていきたいと思います。こちら。で、ここの寸法ですね。で、これも真ん中中心から寸法取られてますね。注意事項はここの円の端から端までの35という形ですね。この底の面にスケッチ入っていきます。原点から中心線を作成していきます。これは混作視線にしまして、スロット、中心点スロットですね。この中心に合わせまして、ちょっと見づらいかもしれないです。今、最初に書いた中心線を基準に書いています。で、スケッチ寸法で12で35ですね。まず12について入れていきます。で、35を入れていきたいんですけども、これ通常に単純に円と円をクリックしますと、円と円の中心の距離になってしまうので、寸法をつけるときですね、一度、にクリックしまして、円または円弧の接線を選択にしておくと、この円の外側の接線、距離を取ることができます。35。で、あとこちらが60ですね。この端から60とあります。青い寸法ってことはまだ寸法足りないってことですので、そちらで確認もできます。60。で、寸法完全拘束されますと、寸法ですね。スケッチですね。完全拘束されますと黒色になります。で、スケッチ終了して押し出し。で、ここの部分を、こちらも、矢印今、下向いてますので逆なので、マイナス10と。10ですね。で、OK としていきます。はい。で、そこの部分のカットが以上ですかね。じゃあ、こちら、上の方にちょっと行きたいと思います。ちょっと一度ですね、この赤いのちょっと消していきますね。見やすくするために。上の部分のカットを考えていきたいと思います。ちょっとこちらの図を見ていきますかね。45度の勾配がこちら、ここですね、ついてます。で、5度。これ5ミリですね。5ミリのカットですね。ここ、深さ5ミリでカット、ここされているという状ですね。断面図でいきます。で、こちらが、ここですね、になるわけなんですけれども、この円の大きさは50。あとは、今見えてるのが、寸法がついてるのは、ここの直径70ですね。こちらの分ですね。はい。なので、まず一旦直径50と70で、5ミリ、カットしましたとか45度、今回ちょっとつけてみたいと思います。こちらの面にスケッチですね。ここが50。70。50と70で、この部分がマイナス5と。ですね。で、45度を後からつけていきます。ここのラインを今維持して外側に開いていくような形ですね。ここは、勾配を使いまして、向き方向ですね。ここの面ですね。ここを維持して、ここの面に45度の勾配をつけると。
はい。そうしますと、ここの底の部分は直径70の方ですね。で、ここから45度、勾配がついているという形になりますので、これで OK ですね。はい。で、続いて、ここの部分をちょっと作っていきますかね。2.5 ミリを削られております。で、ここの面から 2.5 ミリですので、ここですね。ここの面にスケッチ入っていきます。ちょっと削りたいですね。部分一回、ちょっと四角で一回描いていきますね。で、寸法で、この線と中心との距離が7ですね。で、ここの線と線との距離が15と。真ん中ではないってことですね。15の半分は 7.5 なんで。こちら7で、こっちが 7.5 になってるって感じですかね。はい。で、このままカットしてもいいんですが、ちょっと線を抽出、投影ですね、してあげまして、削る部分ですね。のラインを取っていきたいと思います。この青い線ですね。ありますので、これはトリムでドラッグしていきますね。ドラッグでこの辺を消していきます。はい。この部分で削っていきますね。このままでも良かったんですけども、押し出しで、この部分ですね。で、マイナス 2.5 ですかね。下に押し出していきますので。はい。2.5 と削っていきました。で、7で15でしたよね。はい。中心から。はい。で、残りが、こちらですかね。こちらの部分になります。20ミリカットしているところですね。上から見ると20ミリの幅と。で、スケッチでまずここの断面を書いて、最後にですね、押し出して20ミリカットという形でやっていきたいと思います。スケッチ作成ですね。ちょっとここ今基準の面になっているので、ちょっと真ん中のこちら基準の面を取っていきます。で、線を作りやすいように、今回ちょっと交差を使っていきます。ここの面に交差しているところですね。スケッチの面と交差しているところのラインを取ります。で、ここはちょっと断面書いていきますね。こちらの断面ですね。ちょっと一回ざっくりと。で、ここはちょっと円弧になっていますので、ちょっと一回ここでまっすぐ書いておきまして、で、これをちょっと円弧で、三点式の円弧ですかね。などを使いまして、点と点をつないで、ここにちょっと一回円を書いておきます。ちょっとそれ見づらいかもしれないですけども、こんな形ですよね。はい。で、ここ寸法を見ながら、10と30ですかね。例えば、ちょっと一旦見やすいようにちょっとボディ表示にしておきます。ここの角からですかね。この点から10で30。ここの点が30。そしてここの端からですね。7。はい。で、11。ここもですね、この円のここの下側からなので、こちらと、あと右にクリックして、円または円弧の接線選択で、11ですね。はい。ちょっとすみません。一回、ドラッグで、こんな感じですかね。でもイメージとしては。円の中心がこっちに来るんですね。ここですね。で、R10。ちょっと他の寸法先に入れますかね。5と45と。5とここの、こちらの線とこちらの線の幅が5。45度ですね。45度。こちらの線とこちらの線の角度が45度。45ですね。ちょっとまたすみません。トラックで動かして、こんな感じですかね。で、こちらが R10。はい。ちょっと円の中心の位置ですね。この線よりも上に来てましたので、それをちょっとあらかじめトラックで動かしておいて、指示していきます。でないとですね、例えばこれが、
こういう状態で10って例えば入れますと、うまくいかない時があるので、今回うまくいきましたね。ある程度合わせてからスンプ入れるといいかと思います。これで大丈夫ですかね。はい。これでスケッチ終了しまして、すいません、ボディ、表示を表示させます。で、20ですね。左右合わせて20ですね。押し出し。距離ではいいんですが、方向対象。で、全体の長さで20になるんですね。OK と。はい。で、大丈夫ですかね。で、最後ですね。フィレット角。ここの角だけですかね。フィレット10、2箇所。左右2箇所ですね。こちらの角と、こちらの角が10と。はい。こちらで完成ですかね。正面から見てこんな形ですね。で、上から見てこんな形。じゃあ断面も切ってみたいと思います。断面解析。で、こっちの面ですね。反転。ですかね。そうですね。こちらここ、勾配がちゃんとついてますし、こちらも勾配ついてます。大丈夫ですかね。こんな感じ。ちょっと断面も確認しながら。はい。無事にできてるかなと思います。これちょっと今回ですね、ちょっと少しですね、いつもより複雑な、隠れ線とかいっぱいあるですね、図面をちょっと使ってですね、やっていきます。そうですね、断面表示はこちらからです。はい。はい。それでこれで完成になりますので、動画の方これ以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。